わしじゃ不気味度魅力じゃ。今回は PC エンジン CD ロムロムのスーパーシュバルツシルトをプレイしていくのじゃよ。基本的にストーリー重視のゲームということもあり、戦闘シーンは3倍速でお送りするのでらしからずなのじゃ。軽く前回のあらすじじゃ。隣国トリスティアとロッサリアの紛争を抑えるべく仲介に乗り出したオラクルムで突然反乱が起きて国王が暗殺されてしまう。反乱を陰で操っていたのはソマリ政系北方の侵略を企む軍事国家ロッサリアだった。オラクルム国王の座を継いだ皇太子アルシオンは見事反乱を鎮圧するが、その隙にロッサリアはトリスティアに侵攻し占領してしまう。ブレイベリー、ゲルーマンとの三国軍事同盟を背景に、ロッサリアはオラクルムへの圧力を強めていくのだった。というわけで、エピソード2じゃ。エピソード1では、オラクルムの領土である惑星3つだけだったが、今回は南方にマップが広がり、隣国のトリスティアの惑星3つが増えている。と言っても、すでにトリスティアはシセイオウーディを含めて全てロッサリアに占領されてしまっているのじゃ。連戦としてはオウディが一番距離が近いが、ドーミスへの回廊もあるので2つの進行ルートが考えられるな。さて、新しいエピソードが始まったら最優先は研究じゃ。新型戦艦の完成をどれだけ早められるかでかなり難易度が変わってくるのじゃよ。あとは艦隊の階層も忘れずに。エピソードが始まった時に前回までの設定がリセットされてしまうので、毎回設定し直す必要があるのじゃ。前回同様、惑星戦闘用のボムは捨てて、すべて艦隊戦闘用のキャノンに全振りじゃ。おう、トリスティア国家主席のティアラさんは無事脱出できたようじゃ。そしてなんと艦隊として加わってくれるらしい。これで前回までは1艦隊だったのが2艦隊になるわけじゃな。マップの広さも操作する艦隊数も少しずつ増えていくのがチュートリアルとしてとてもよくできていると思うのじゃよ。
とはいえキアラの第二艦隊は2隻しかないのじゃ。まあロッサリアの侵攻からなんとか逃げてきたばかりだから致し方ないのじゃよ。とりあえず改装だけはしておくのじゃ。一番艦のコードネームがトリスティアという国名になっているのじゃ。そして2番艦のコードネームはオーディとトリスティアの主星の名前になっているのが泣けるといいか細かい演出じゃな。トリスティア解放軍の艦隊としては申し分ない。あとはいつもの通り研究に資金をつぎ込むのじゃ。第二艦隊もロッサリアの侵攻に備えて前線となる惑星に配置するのじゃよ。いよいよロッサリアが艦隊を展開して動き出してきたのじゃ。まさによくも抜け抜けという感じじゃな。インリンブレートはこのことじゃな。しかも平和維持のために資源体を譲渡しろと言ってきたのじゃ。貴重な資金源がなくなるのはきついが、断れば攻めてくるという罠じゃな。ここは自諾と拒否が選べるのじゃ。もちろん拒否すればすぐにロッサリアは宣戦布告し攻撃してくるので戦闘に突入じゃ。悔しくはあるが新型戦艦の完成までもう少し時間を稼ぎたいのでここはあえて自諾するのじゃよ。収入が毎ターン180まで減ってしまったのじゃ。ここは我慢して研究に資金をつぎ込むのじゃよ。あと11機ということは11ターンかかるのじゃ。前線の惑星の目の前に艦隊を配置されて威圧感がすごいのじゃ。またロッサリアから連絡が来たのじゃ。今度は毎月100セクタ払えと言ってきたのじゃ。この辺りの諸場を守ってやるから金をよこせとは
まさにヤクザ国家じゃな。しかも平和のためとか建前だけはまともなのが始末が悪いのじゃ。さすがのクリス嬢もお怒りじゃ。毎月100も取られると新型艦の研究資金にも影響が出るので、ここらが覚悟の決め時じゃな。ここは拒否してロッサリアとの戦争に突入じゃ。ロッサリアが平和のためということで宣戦布告してきたのじゃ。ちなみに今回ももちろん拒否することは可能じゃ。その場合どんどんロッサリアからの要求はエスカレートし、次は惑星2つの譲渡、その後はティアラの引き渡しとなり、最終的には主星のみ第一艦隊のみでロッサリアと戦わなければならなくなる。第二次世界大戦のドイツと同じで侵略国家への融和政策は結局戦争を防げないのじゃよ。まあロッサリアは名前とか見た目はロシアっぽい感じじゃが、さてあとは新型戦艦の完成までなんとか守り抜くのじゃよ。ラターニアの援護にも期待したいところじゃな。とりあえず第一波はしのいだのじゃ。しかし例の三国同盟から援助を受けているようで、さらに敵の戦力は増強されそうじゃな。あとは惑星コニオスがあるルートへの敵の艦隊が来ているのが気になるのじゃ。こちらにティアラの第二艦隊を移動して防衛についてもらう。研究につぎ込む資金が足りないのじゃよ。まあ一度に相手するのが一艦隊だけなら問題はなさそうじゃな。今回はなんとか研究に資金を投入できたのじゃよ。と思ったら敵の機関がファルボーン級からバイルボーン級に変わっているのじゃ。どうやら敵同盟国からの援助とやらでロッサリアの方が先に新型戦艦を配備したようじゃ。いわゆる HP である軽戦力も90とファルボーン級の 1.5 倍はある。これはちょっと今までのようにはいかないのじゃ。第二艦隊の方はまだバイルボーン級がいなかったので2隻でも何とか追い返せたのじゃよ。もうひたすら機関狙いで退却させる作戦じゃ。なんとか乗り切ったのじゃ。
新型戦艦の完成まであと残り4ターンをしのぐのじゃ。ロッサリア艦隊はバイルボーン級が2隻に増えてさらに強化されつつあるようじゃ。今回は修理に資金を取られて研究に資金を出せなかったのじゃ。おう、ラターニアから連絡が来たのじゃ。見た目は青いナメック星人じゃな。とても穏健で知的な人のようじゃ。なるほど、いきなり戦争は仕掛けられないが、国境付近で演習をすることでロッサリアを引きつけるわけじゃな。確かに演習目的で国境付近に軍隊を集めてというのは最近ロシアもやってたな。こういう政治的な駆け引き、やり取りが入ってくるのがこのシュバルツシルトシリーズの特徴じゃな。先ほどの要求を受諾するしないもそうじゃが、単純な戦術級の戦闘だけではないのがシュバルツシルトの魅力であり、しっかり今作もその特徴を引き継いでいるのじゃ。ロッサリアの艦隊が一つ減り、だいぶ気が楽になったのじゃよ。次のターンでいよいよ新型戦艦も完成するので、ひたすら守りに徹するのもそろそろ終わりじゃな。新型戦艦ジェノライト級がやっと完成したのじゃ。継戦力は100、搭載力も14とバイルボーン級を上回る性能じゃな。しかし単価が600とかなり高価なのでまだ配備できないのじゃ。しかもいつの間にやら敵は1艦隊全部がバイルボーン級になっているのじゃ。資金がたまるまでもうしばらくは防戦で耐えるしかないな。ラターニアのおかげで敵の艦隊が減って助かったのじゃよ。つまりロッサリアの艦隊は今のところ2艦隊しかないということじゃな。
二艦隊であれば今の状態でもぶっちゃけ惑星オーディを取りに行けるような気がするんじゃよな。それぞれで1艦隊ずつ相手して撃退できれば、あとは惑星自体の防御衛星を破壊できればよいので、2艦隊つぎ込めば勝算は十分にありそうじゃ。どうせダメージを受けても新型戦艦に置き換えるわけだし、一か八かで反撃に出てみるのじゃよ。まずはティアラの第2艦隊で進行中の敵艦隊を撃退じゃ。と思ったらいきなり事件発生じゃ。ロッサリアの工作員のせいで造船ができなくなってしまったのじゃ。とはいえどうせ資金が足りなくて造船できないので、ある意味関係ないのじゃ。第一艦隊を惑星オーディへ向けて出発させるのじゃ。1ターンで無事に回復したようじゃ。と言ってもこちらは2艦隊とも出撃中なので、造船施設は今のところは不要じゃな。オーディには1艦隊が駐留しているので、この艦隊とあとは防御衛星を倒せば奪還できるのじゃ。まずはティアラの第2艦隊で突撃じゃ。防御衛星にある程度ダメージを与えるところまで行ったので、あとは第一艦隊でとどめを刺すのじゃ。トリスティアの主星だった惑星オーディを奪還したのじゃよ。収入も増えて、ようやくジェノライト級が配備できるのじゃ。ここは戦艦が少ない第2艦隊にまずは配備したいところじゃな。とはいえダメージが大きいので、全てをジェノライト級にするには資金不足じゃな。しばらくは修理もしながら対応するしかなさそうじゃが、距離的にすぐに敵と戦闘にはならないので、時間は多少稼げそうじゃ。例によってなかなか資源体が見つからないのじゃ。
相手も1ターンに動けるのは2マスなので、次のターンも戦闘はしなくて良さそうじゃ。やっと資源体が見つかったのじゃ。これで資金が助かるのじゃよ。次は2艦隊連続で戦うことになりそうなので、準備万端で迎えるのじゃ。おっと、俺の階層を忘れていたのじゃ。余った搭載力はパーツに振り分けておくと、後で移動中の修理に使えるのじゃよ。よし、なんとか防ぎきったのじゃ。これで第2艦隊もやっと4隻編成にできたのじゃ。4番艦のコードネームはアウラと、ティアラの艦隊はミナトリスティアにちなんだ名前なのじゃな。資金もないし、牽制も兼ねて、第1艦隊はこちらのルートから惑星トーミスに向かってみるのじゃ。敵艦隊を引きつけられればよし、隙をついて裏から惑星に直接攻撃できればそれもまたよしじゃ。3隻目のジェノライト級は配置できずじゃな。
相変わらずの帰還狙いなのじゃが、さすがジェノライト級、耐久力もあるので2艦隊連続くらいは余裕で撃退できるのじゃ。ちょうど一番艦がボロボロなので、ジェノライト級に変更するのじゃよ。このように、継戦力が減った艦を新型艦に変更すると、修理費用がかからないのでちょっとお得じゃ。そして改装も忘れずにな。第一艦隊はちょっと近づきすぎるとあれなので、1マス余裕を当てておくのじゃ。できれば敵艦隊が出払った後に惑星攻撃したい。なので第二艦隊も牽制のため前に出てみるのじゃ。どうせ資金もないので待つだけじゃからな。よし、これでいわゆる大手飛車取りじゃ。次の相手ターンで敵の2艦隊を撃退できれば、こちらも第1艦隊か第2艦隊のどちらかが防御衛星だけの惑星に攻め込めるという寸法じゃよ。ジェノライト級が多い第2艦隊の方に攻めてきてくれて助かったのじゃ。残念ながら第2艦隊は撃退されてしまったが、おかげで惑星トーミスはガラ空きじゃ。第1艦隊で惑星トーミスは返してもらうのじゃよ。よし、これであとは撤退した第2艦隊を修理してトーミスの守りについてもらえば問題なしじゃ。残る惑星も一つになって収入もだいぶ増えたのじゃ。これで第2艦隊はすべてジェノライト級になったのじゃよ。なんかティアラの第2艦隊ばかり優遇しているようじゃが、きっと気のせいじゃ。そしてここは休まず一気に攻めるのじゃよ。第1艦隊はこのままジェノライト級にはせず修理で乗り切るのじゃ。
このように余剰パーツにポイントを割り振っておくと、惑星に戻らなくても継戦力を回復させることができる。これは後半ではかなり重要なので覚えておきたい。せっかくなのでトリスティア解放軍であるティアラの艦隊に最後のとどめは任せたいところじゃ。念のため修理した第一艦隊も後に控えているので安心じゃな。なんとか2艦隊の攻撃をしのいだので、あとは残った修理資材で回復じゃ。よし、これで準備も万端じゃ。ティアラ率いる第2艦隊トリスティア解放軍にトリスティア最後の惑星アウラを取り戻してもらうのじゃ。これでロッサリアをトリスティアから追い出したのじゃよ。アルシオン、ついに取り戻してくれましたね。私には民たちの喜びようが目に見えるようです。心からお礼を言います。ティアラ殿、礼など無用なことです。それにロッサリアはこれで本気になったでしょう。そうですね。ただ私にはオーディを離れた時から心に決めていたことがあるのです。星々を取り戻してもらった上に厚かましいとは思いますが、ぜひ聞き届けてもらいたいのです。改まって何事ですか？トリスティアをお願いしたいのです。この先も世界は揺れ続けるでしょう。ティアラからトリスティアをこのままオーラクルムに加えてほしいという話じゃよ。もう二度と民たちに苦痛を味わわせたくないのです。アルシオン、あなたとなら民たちは喜んで苦難に立ち向かっていくでしょう。そしてあなたならそれに応えてくれるはずです。ティアラ、小さな国には辛い時代です。お国にトリスティアが加わることで少しはお力になれると思いますよ。あまりにも急な。あなたの家臣団が承知しないでしょう。主だった者にはオーディを離れた際に話しました。皆驚いたようですが分かってくれました。アルシオン、私の性格はよく知っているでしょ。その私が決めたと言っているのですから。わかりました。ご期待に添える自信はありませんが、精一杯やってみます。ただ2つ条件があります。私にできることなら。このまま艦隊司令を続けてもらいます。一国の主席たるあなたには大変失礼ですが、あなたほど巧みに艦隊を操る司令官を手放したくない。もう私は主席ではありません。それにそのことは私の方からお願いしようと思っていました。喜んで引き受けましょう。そしてティアラはそのまま第二艦隊司令官として残ってくれるのじゃ。神聖オーラクルムの主勢をオーディに移したいのですが。それは大変光栄なことです。トリスティアの民たちは狂気するでしょう。でもお国の民たちが反対するのでは。純粋に戦略的見地から申している。自国を他国に編入するとか首都を変えるとか重要な話をサクッと決めていくな。改めてやりましょう。ええ、アルシオンありがとう。何か
ロッサリアが動きました。おお。先日より惑星キュエフに集結しておりましたロッサリアの4個艦隊が相次いで出港した模様です。目的地はアウーラという。一難去ってまた一難じゃな。他の同盟国に動きは。ロッサリアはまだ諦めていないようじゃ。表立った動きは見られませんが、ゲルーマンとラターニアの国境付近で緊張が高まっております。ゲルーマンの挑発か。きな臭いな。ラターニアはどう反応している？国境付近に艦隊を派遣しましたが、直接的な行動は全く行っておりません。相手がゲルーマンやロッサリアだけなら対応も変わろうが、背後のグレイブリーだな。苦しいところだな、ラターニアも。はい、どうやら南の大国ワルキリュアに支援を求めてはいるようですが。ワルキリュア、あの国が動くとは思えんな。ラターニアは何か特別の賞賛を持っているのか？こちらの調査では格別。グレイブリーを操るエスパニアンはどうだ？この件に関しては一切コメントをしておりません。イストラムーとの関係が悪化しておりますので、支配下のグレイブリーにも現時点での表立った行動は控えるよう命じたと聞いておりますが。そうなると当面ロッサリアとゲルーマンに絞る。オラクルム国内の反乱から始まった戦いは他の国々の思惑を巻き込んでまさに伸びのごとく広がっていく。次回は悪の三国同盟との戦いがますます本格的になるのじゃ。タッカー皇大佐がラターニアとの共同戦線が晴れるかどうかが鍵じゃな。それでは今回はここまでじゃ。お手並み拝見というところだな。次回もよろしくな。